Japanese with JLS! Yeah! 皆さんこんにちは。 DLS 関です。今日もやってまいりました。大人気のコーナー、日本在住の留学生に実際に日本の生活について聞いてみよう。はい、今日のテーマは日本で留学をした人がそのまま日本に住み続けたいか聞いてみたいと思います。はい、今日も1年以上日本で勉強をして日本の生活に慣れている3人に話を聞いていきたいと思います。自己紹介お願いします。はい、オリジです。フランスから来ました。よろしくお願いします。はい、ユウです。タイから来ました。よろしくお願いします。アリンです。メキシコから来ました。よろしくお願いします。はい、お願いします。実際に日本で生活をした後に皆さんその後日本でもさらに住み続けたいと思うのかどうかちょっと気になりますよね。聞くのドキドキしますが、日本にこれからも住み続けたい人。アリーさん、そうです。日本に住み続けたくない。そうでもいろんな理由がありますから。そうなんだ。じゃあちょっと後で聞かせてくださいね。じゃあまずオリビエさんから教えてください。はい、私日本の毎日アニメのことゲームのことを見える自動のバイクにもピカチュウ見えるとかポケモンともあるし電車にもアニメのバンさん見えるからそんなことが好きです。確かに。さらに電車はあまり遅刻しないからそれもいいです。フランスではずっと遅刻しているから。わかる。タイもそんな感じ。わかるわ。それは不だけど日本ではずっと遅刻しないから。そうですね。確かに日本でちょっと歩いてると必ず何かしらキャラクターが見れたりとか、オリビさんの好きなピカチュウがたくさん見れたり、キャラクター見れて結構歩いてるだけでも楽しいかもしれないですね。そうですね。であとは日本の電車は1分遅延しただけでも、駅の人がごめんなさいって言うぐらい本当に厳しい。でもそのおかげで日本の生活すごい楽になってますよね。そうですね。なるほど。ユウさんは？僕は和風のことが好きなのでアニメとかあと着物花火大会花見ってそういうの文化も好きなのでなんていうか昔からアニメを見てこれは僕の憧れの国だと思います。はい。あとは一番大変なのは礼儀ですかね。日本の礼儀って1、2、3のパターンがあって僕にとってはこれは抜きにしてそれはもっと楽になるだと思って、でもそれは絶対にダメって、はい、だからそれは日本人は大変な気持ちが持ってるかもしれないですけど、でもしなくちゃいけないですかね。そうですね。確かに日本は料理も漫画も楽しいから住み続けたいっていう気持ちもあると思いますし、確かに丁寧語、敬語とか難しいですよね。そうですね。ユウさんはこれから日本に住み続けたいけど、ちょっとそういったところでもうちょっとカジュアルになったら住みやすいのにななんて思うんですね。なるほど、ありがとうございます。アリーさん、日本は嫌いになっちゃったんですか？いやそれはことありませんけど私は日本の、手続きはちょっとされたしルールは厳しいしその以外は日本大好きから安全してください。大丈夫です。ですけどそうですけど私いろんな国を住みたいし生活してみたいの理由があります。なるほど、ちょっと安心しました。リンさんが嫌いだったらどうしようかと思った。日本が大好き。よかったです。本当に便利とか、食べ物美味しいし、あとキャラクターもが好き、漫画とかアニメが好き、日本語が好き。それたくさん好きなところ言ってくれてありがとうございます。よかった。そうかそうだよね。確かに日本はルールとか手続きとか厳しかったりするから、でもそのおかげで日本が安全っていうこともあるとは思うんですけど、
ね、海外から来た人にとってはちょっと面倒くさいと思うこともあるかもしれないですね。そうけど、それはこんなに安全な国のなんか他のないと思います。そうですね、いろんなルールがあるからこその安全もありますよね。なるほど、ありがとうございます。留学したらずっと日本に住まなきゃいけないっていうわけではないってことですね。なるほど。中には3ヶ月くらい短期でショートステイをしてその後ロングステイで日本に戻ってくるなんていう人もいますね。はい、そうですね。僕はなんか、最初はなんか日本になんか何回も旅してなんか旅行してなんかそれでなんか今回はなんか長期の、留学しました。なるほど。私もそうです。なんか同じような同じぐらい。皆さんまず旅行して後でもっと長くねしたいから。いね。いいですね。皆さん同じのようです。自分の仕事を辞めて留学に行ってっていう結構チャレンジなことだとは思うんですけど、一回日本で留学をしてみて日本を経験してから日本の生活に自分が合ってるかな確認してから日本に来るっていうのも一つの手ですね。そうです。日本の文化を経験したいと思う。そうですね。それ大事だと思います。アリンさんも前言ってたように日本の生活で何か困ったことがあれば TLS ではいつでも相談に乗りますのでいつでも言ってください。あとは TLS ではマイティーチャーがいるんですよね。皆さんが入学してから卒業まで一人一人につく先生がいて何があっても相談ができる先生がいると思います。はい、なんか日本語ではマイティーチャーはなんか担任の先生というなんか毎学期でなんか相談して何がいい何が悪いとか何が必要とか何がしたいとかそのことを話してなんか私はなんか履歴書を確認したいだから担任の先生に送って確認した後で個人を応募できるとかそんな感じできる。マイティーチャーが履歴書も確認してくれる。そうですね。ゆうさんは？はい、僕もなんかそういうの経験もありました。なんか僕、専門学校なんか、入学するのでなんか、いろいろな種類が必要なので、なんかマイティーチャーはもうなんか、助けられました。進路の助けにもなるんですね。はい、そうです。大事。アリンさんは？同じなんか履歴書の書くの時はそれは担任の先生いつもなんか助けくれた。そうだよね。卒業してからも不安だろうし、やっぱり受験をするにしたって就職をするにしたって絶対サポートは必要ですよね。そうです。そうですよね。なるほど。TLS では生活面でもサポートがありますので、皆さん安心して TLS に来てくださいね。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。実は今日でこのメンバー最後になります。悲しい。はい、またどこかでお会いできたらと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。